豆腐菓子のようなが幼虫っぽくて、でも入浴剤のと金魚っぽいです。ものすごく臭い野菜と炒めます。いい塩梅にパンチがあるので満足感も得られます。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。フォーチュンロール1498円です。ケーキコーナーの新商品です。消費期限はあさってです。節分の恵方巻きを模したケーキでしょうが、さすがに丸かぶりはできないので切ります。蓋を外した途端に黒糖ふ菓子のような甘い香りがします。長さは29センチ、幅は11センチ、高さは6センチです。重みで潰れ気味な感じです。3センチのカットで 82g、237キロカロリーです。インフォメーションがなかったので原材料と私の味覚での説明になりますが、表面のテカテカは黒蜜味のナパージュ、カラメル色素はここに使われているのかなと思います。黒糖味のスポンジにきな粉風味のクリームと黒豆が巻き込んであります。カット位置によって黒豆の入り方にムラはありますが、多すぎないので主張しすぎず、たまに来るアクセントが良い感じです。スポンジは米粉入りのしっとり系、黒糖味ですけれどもココアパウダーが入っているのでほろ苦さも感じます。きな粉風味のクリームと黒糖スポンジとナパージュは一体感と相乗効果もあり、しっとり滑らか、大人のロールケーキです。正直第一印象は良くなかったんですけれども、食べてみたらとても一生懸命考えられている商品だと思いました。コストコでの和ケーキの中では過去一番美味しいと私は思いました。でも私にとってはクリームが多く胃もたれするので、このね半分くらいでちょうど良いです。リコッタチキンニョッキ1680円です。デリカコーナーの新商品です。リコッタチーズの塊とグリルチキンとニョッキ、お野菜は赤ピーマンとズッキーニといつものパセリが入っています。加工日は今日、消費期限はあさってです。加工日含めて3日です。4から5食分とのことなので食べる分ずつを加熱してもいいんですけれども、うちはアルミケースごと加熱します。180度に予熱したオーブンで30分とのことですが、28分で焦げてきたので止めました。リコッタチーズが溶けて絡みつき美味しそうです。リコッタチーズは脂肪を除いた低カロリーで癖のないチーズです。ソースはよくわからないのですが、ハーブソルトとブラックペッパーとオイルのシンプルな味、トマトっぽい酸味も少し感じるかな。ちょっとね、ごめんなさい、よくわからないです。ニョッキの形が幼虫っぽくて微妙ですけれども普通に美味しいです。原材料にはフランス製造の野菜のニョッキとしか書かれていませんが、一般的には小麦粉とじゃがいもで作られています。野菜も混ぜてあるニョッキなので健康に配慮したデリのようです。赤ピーマンとズッキーニも入ってて、グリルチキンも食感からして胸肉だと思います。今回はさすがに食べ残したので翌日温め直して食べましたが、ニョッキが硬くなることもなかったそうです。ジャスミンティー 1.5g 入りティーバッグが100個878円です。1バッグあたりは 8.78 円。ジャスミンティーはバスクリン飲んでるみたいで苦手なんですけれども、この商品は緑茶の味もしっかりあるので好きです。原産国は台湾。賞味期限は来年の5月です。約1年4ヶ月です。入れ方は急須でもマグカップでも OK です。他の茶葉と同じように好みの濃さで抽出すれば良いです。目安はお湯出しの場合は 250cc から 400cc で2分から3分。水出しの場合は 250cc から 400cc で2時間から3時間。ジャスミンの香りといっても入浴剤のとはまた違ってて甘く美味しそうな香りです。オイリーな中華料理との相性も抜群ですけれども、緑茶ですので和菓子との相性も良いです。冷凍のたい焼き 200g が3袋1498円です。新商品です。バニラカスタード、こしあん&シナモン、ヘーゼルナッツチョコレート、
3種類のフレーバーのたい焼きが10個ずつ入っています。1匹あたりは 49.9 円。原産国は韓国。賞味期限は来年の6月です。約1年半です。きっちり10個ずつ 200g 以上あります。カラフルですし小さいのでタイというよりは金魚っぽいです。加熱方法はいろいろありますが、レンジとオーブンで試してみました。レンジは3個、500W で30秒。オーブンは6個、180度に予熱したオーブンで8分です。予想通りですが、レンジの方は皮が柔らかく、オーブンの方はパリッとしています。好みだとは思いますが、オーブンの方が美味しく思います。フレーバーは名前通りの味。クリームにプレミアム感はなく、薄皮パンの中身的な馴染みやすいお味です。多すぎず少なすぎずちょうど良いバランスです。正直こしあんにシナモンは邪道でしょと最初は思ってましたが、合いますね。美味しかったです。カロリーはフレーバーによって若干違って、1匹あたりはバニラは51キロカロリー、こしあんは57キロカロリー、チョコは59キロカロリーです。家族が気軽にチンして食べられるようにざっくりとジップバッグに移しました。一口サイズの割に50円はお高いので、あまりね気軽には食べてほしくないんですけれどもね。サバみりん干し 100g あたり168円で1226円です。ちょっと小ぶりのサバが10枚入っていました。サバはアイルランド産。加工日は今日。消費期限は1月30日です。購入日含めて4日です。なるべく凍っているのを選んできたので、さっさと分けて冷凍しました。焦げやすいのでオーブンのグリル機能で様子を見つつ焼いています。小骨は少なめでした。甘くて美味しいです。ブロッコリーフローレット498円です。小房に分けたブロッコリーが 500g 入っています。フローレットと聞いて駄菓子を想像された方もおられるかもしれませんが、小さい花とか小房のことです。フローレットカッターで切ってるんでしょうか。初めて買いましたが、一手間省けて助かります。静岡県産です。ちなみに冷凍ガテマラ産ブロッコリー 2.27kg は1198円でした。開封するとものすごく臭いです。かなり強烈でびっくりしました。腐ってるのかしらと思うくらいです。結論から言うと、洗ったら匂いは軽減しました。茹でればもう大丈夫です。普通に美味しいです。小房に分けてあるので一手間は省けましたが、大きいので結局半分に切りました。200g だとこれくらいです。この後チンして炒め物に使います。500g はブロッコリー2株から3株分ぐらい、大きめのブロッコリーだと2株かなと思います。水気をしっかり拭き取ってから 100g ずつラップしてジップバッグに入れて冷凍しました。野崎のコンビーフ脂肪 50% カット 80g が6缶1598円から300円オフです。1缶あたりは 216.3 円。牛肉の産地はオーストラリアかニュージーランド、製造は山形県です。賞味期限は2026年の5月9日です。約3年3ヶ月です。主人はそのままおやつとして食べますが、私はお野菜と炒めます。ブロッコリーとコンビーフと卵の炒め物を作ります。ブロッコリーはレンチンか茹でておきます。今回 600W で2分加熱しました。フライパンでコンビーフをほぐしながら軽く炒めたらブロッコリーを入れて炒めます。溶き卵を回しかけて卵に火が通れば OK。炒り卵を混ぜるともっと美しく仕上がります。お皿に移したらガーリック風味のオリーブオイルを回しかけて出来上がりです。生ソーセージプレーン 50g が30本。2498円から100円オフです。1本あたりは 79.9 円。10本入りが3パックに分かれているので、私はこのまま冷凍しちゃいます。製造は愛媛県。消費期限は1月31日です。購入日含めて5日です。生ソーセージはボイルしてから焼くと美味しいです。
つながっている部分は先に切っちゃって大丈夫です。アクを取り、アクが出なくなったらお湯を捨てます。焼き目がつくまで炒めればパリッとジューシーで美味しいです。アルカラエキストラバージンオリーブオイル3種類のアソート 8ml が75個2178円です。新商品です。白トリュフ風味、唐辛子風味、ガーリック風味の3種類のポーションが25個ずつ入っています。1個あたりは29円。原産国はスペイン。賞味期限は来年の3月です。約13ヶ月です。千切りのロメインレタスに唐辛子味を絡めてホットドッグに挟みました。いい塩梅にパンチがあるのでマスタードは必要なしです。炒め物にかけても美味しいですし、もちろんサラダも美味しいです。違うフレーバーを組み合わせてもいいんですけれども、今回は白トリュフ味を2つかけました。ロメインレタスと発芽大豆にクレイジーソルトとブラックペッパーとオリーブオイル、ビネガーもかけます。これはリンゴ酢です。しっとり滑らか大人のバームのいちご味が登場です。16個入り1598円です。ちなみにプレーンは1448円でした。1個あたりは 99.88 円。製造は岐阜県。賞味期限は7月16日です。約半年です。プレーン同様に箱にギュッと詰まっているので少し潰れたり変形したりしています。個包装になっていて開封すると甘いいちごの香りが広がります。部屋中に広がるほどに強めの香りです。重さは 55g 前後と微妙にバラバラで直径は8センチくらい、内径は3センチくらい、厚さは24ミリくらいです。254キロカロリーです。いかにも香料っていう感じではなく、あまおう 0.25% のいちごソースも使われているので、口に入れてもいちごジャムのような優しい香りです。美味しいです。プレーンの時にも同じ感想を言いましたが、常温保存のバームクーヘンとしてはしっとりしてて美味しいと思います。バームクーヘンの食べ方は扇形が一般的、年輪を剥がしながら食べたりするのもありですけれども、もっとしっとり滑らかに食べたいならそぎ切りがおすすめです。もうね、食感が全然違うのでぜひお試しください。フォークでそぎ切りはなかなか難しいので、このように盛り付けると食べやすいし、増えたように感じて満足感も得られます。ホイップとベリー系の冷凍フルーツを添えればおもてなしにもなります。詳しい切り方はプレーンの時にご紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。今週のお酒はサントリー水ジンソーダ缶です。キャンペーンでいただいたのでコストコとは関係ありません。水の水割りが好きなんですけれども、これは微炭酸なので今回は氷なしで飲みました。メニューはブロッコリーとコンビーフと卵の炒め物、ロメインレタスと発芽大豆のサラダ、リコッタチキンニョッキです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。